皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国における医療崩壊があまりにも日常的な光景となり、韓国政府がこの状況を少しでも改善しようとして出したある政策が非常に問題点があるので、皆さんにお届けしようと思います。一体どのような問題のある政策を打ち出したかといえば、それは長期の入院患者に対して強制的な転院命令を出すというものです。新型コロナの入院患者というのは基本的には人工呼吸器等が必要な状態、つまり入院しているということがどうしても必要になってくる人たちです。しかも入院期間も非常に長い期間必要なことがこれまでの経験上分かっており、すぐに入院したからといって退院できるものではありません。ところが韓国においては新規の感染者数というものが高止まりしている状態で、そのような状態が続くとどうしても入院患者が次から次へと発生することとなります。そのため韓国の首都圏においては病床の使用率というものが 80%、90% に高まったまま一向に下がらない状態で、さらに入院待ちの人たちがベッドが一つでも空けばそこにすぐにでも入りたいような切迫した状態がずっと続いています。そのために治療を受けられずに亡くなっていく人たちというのもたくさんいる状態ですから、韓国政府としては何かしら苦肉の策でも良いから対応しているんだよということを見せなければならない状態に追い詰められています。それでは一体韓国で何が起こっているか見ていきましょう。韓国政府、重症者210人に転院命令、20日間過ぎたから病床を明け渡せ。隔離解除時期20日が過ぎた新型コロナ重症者らには例外なく病室を明け渡すよう求める方針が物議を醸している。政府はこのほど各病院に新型コロナ隔離解除長期入院者転院命令書を発送した。期限は新型コロナ症状発生日から21日以上長期入院していて、すでに隔離解除されたため転院命令を受けた2日以内に新型コロナ患者用病床でないところに転院を命じる。すぐに履行していただきたい。転院命令を拒否すれば診療に対する本人負担金発生及び過料、これは罰金みたいなものが課せられることがあるのでご参照いただきたいと書かれている。防疫当局は20日間以上重症者用病床に入院していたり入院治療が必要ないと判断されたりした新型コロナ感染者約210人に対し病床を明け渡せという内容の転院命令書を22日に送ったとのことだ。これによりソウルの病院では隔離解除時期が経過した患者十数人の一部を転院させようとして患者家族らとぶつかった。同病院関係者は完治していないのになぜ転院しろというのかと強い抗議を受けたと話した。病院の関係者は一部の重症者は身動きもできない。政府の方針にそのまま従うのは難しい状況だと語った。入院の必要がない人に転院命令書を送ったと政府は言っているわけですが、現場においては重症で身動きできないような人にも強制的な転院命令書が出ているようです。防疫当局は患者が医学的自由なく隔離解除を拒否するなら日本円で10万円程度の過料を課す方針だ。高麗大学の教授は政府はこれまで重症者が1万人出ても持ちこたえられると言ってきたのに、後になって無理な病床確保計画を強要しているため医療現場の混乱が広がっている。新型コロナ患者の治療もそれ以外の患者の治療もドミノ式に倒れる可能性があると指摘した。韓国政府が22日、来年1月までに新型コロナ患者用の病床を約2万5000床に増やすと発表したことから最前線の各病院は騒然としている。首相は新型コロナ感染者が1日1万人出続けても治療が可能なように病床を拡充する。現在1万5000床ある中等症以上の病床を来年1月までにさらに1万床確保すると述べた。あと1ヶ月余りで既存の病床数の約 66% さらに作らなければならないということで、今月末までに入院病床2255床、来月は6944床を確保するという構想だ。このため主だった公共病院を新型コロナ専門病院に転換し、国立大学病院の新型コロナ重症者用病床をさらに増やす方針だ。問題はこの過程で新型コロナ以外の患者が適切な治療を受けられなくなり、新型コロナ患者用病床に医療従事者が集中するため一般の診療にも空白が生じる可能性があるという点だ。韓国のある国立大学病院は22日、外科系の重症者用病床を新型コロナ重症者用病床に変える案で頭を痛めていた。どの病棟の患者をどれくらいどのように移すべきかで悩んでいたのだ。同病院のある医師は今後生死がかかっている緊急手術を除き脳や心臓の手術など
ほとんどの外科系重症者の診療に支障が出るだろう。すでにいる患者も重要度に応じて手術を先送りしなければならなくなる状況だと語った。新型コロナで入院して、そして重症者として治療を受けていた。それらの人たちが20日間過ぎれば、あなたにはもう他の病床に移ってくださいということを強制されるわけです。これは治療を受ける側にしてみれば完治していないわけですから、これに反発する人たちはたくさんいます。しかもこの記事の中でも触れられているように、まだまだ動けないような人に対しても強制的な転院命令が出るわけですから、現場としては受け入れられることはできないでしょう。ではなぜこのようなことをしなければならないかといえば、それは政府に対する批判が今どこにあるかということです。韓国においては今入院待ちの人たちというものがずっと高い水準になっています。ですから一つでもベッドが空けばすぐにでも入院したいような自宅療養者というものがたくさんいて、これらの人たちが治療を受けられずに亡くなっていく事例というものが続出しているのです。ここがまさに政府の無策を示すこととして、韓国国民もさすがに怒っているのです。韓国政府が何もしないから治療を受けられずに亡くなってしまったではないか。そのような批判に耐えきれなくなって、このような長期入院患者に対しての強制転院といったものを行うこととしたのです。確かにこれによってある程度の病床が空くでしょう。しかし、これらの人々は完治しているわけではありません。しかもその転院先というのは、新型コロナの重症者用患者として受け入れられていなかった病棟に対して、さああなたたち受け入れなさいと強制するわけですから、その受け入れ側としては一般診療が機能を停止しますし、またこれまで新型コロナの患者を受け入れていなかったところですから、院内感染が広がる可能性などもあって多くの問題をはらんでいます。また、ムン・ジェイン大統領はまた韓国政府にしてもそうなのですが、新型コロナの新規の感染者がたくさんいるということもあって、これからどんどんと病院のベッドを増やしていきますよということを公言しているわけですが、1ヶ月で何千床というベッドをいきなり作ることなどは基本的にはありえません。そのような無理を通そうとすれば当然のように、スタッフが全く確保されていないような空のベッドだけがやたらと並ぶような光景が出現してしまうでしょう。韓国における医療崩壊はまだまだひどい状態が継続的になりそうです。なお、今後の予想として一つお話をしておくのですが、今後、新型コロナの治療薬の話題というものが出てくると思います。日本においては、この新型コロナの治療薬、特に飲み薬についての契約をすでにしたよというニュースが流れているわけですが、韓国においてはこの飲み薬の契約がうまくいっているかどうか、その点についてのニュースというものがまだ不十分です。つまり今後、感染者数が増えて、そして病床が足りなくなったぞというニュースに隠れる形で、他の国ではもう飲み薬が使えるようになったのに、韓国では使えないじゃないかといったことが今後発生すると私は思います。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思ったでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。